こんにちは。ゴルフをしようのあらちゃんです。これからゴルフを始める方からアベレージゴルファーの方を対象にゴルフをできるだけ分かりやすくいろいろな角度から見直してみたいと思います。今日のテーマはゴルフの要素15項目ボル9コースマネジメントです。コースマネジメント、いいコースいいホールには複数のパールートがあるように設計されていると言われています。コース設計かコースの種類によってゴルフコースの難しさは様々です。その攻略ルートを自分なりの飛距離とテクニックでゲームを組み立てる戦略マネジメントを確立したいですよね。プレー当日の天候と気温、プレー当日の風向きと風速、この2項目は状況判断やセオリーで何度か触れているので省略させていただきます。設計家の特徴がコースの景観や景色に現れていますよね。ラウンド前のスコアカードの確認。ラウンド前にスコアカードのパー5の距離とパー3の距離、パー4の長い距離などは確認しておきたいですね。ホールハンディキャップはレギュラーやバックティー、フルバックティーの位置によって実際の難易度が違うと感じられる時もあるかもしれませんが、参考にしておきたいポイントですね。スコアカードに書いてあるハンディキャップはホールごとに決められたハンディキャップのことで、簡単に言うとハンディキャップが少ない数字の方が難しいホールということです。プレイヤーの技量を表す言葉もハンディキャップという名前なので混乱しやすいですが、ホールごとのハンディキャップのことは正式名でストロークインデックスと呼びます。丘陵、林間、山岳、シーサイドなどコースの種類。急流コース、丘のように周囲より高い地形を高台と呼ぶ、また多数の丘が連続して存在しているところのことを丘陵という。この意味の通りのコースで日本のゴルフ場の7割以上がこの丘陵と言われています。特徴はアップダウンを繰り返すのが特徴です。左右のアンジュレーションも強いので常に斜面でのショットが要求されます。林間コース、平地などにある林を切り開いて作った種類のコースでアップダウンがやや少なめです。各ホールが高い木々で区切られており、ボールを曲げてしまうと林の中からの脱出をするだけのショットとなってしまいます。上空と風の強さが全く違うこともあるので注意が必要です。林の中にボールが入ってしまうと USPGA のトッププロでも林の中に入ってから十数打叩いてしまうこともあるぐらいです。ドライバーなどティーショットの正確性が問われます。山岳コース、山にあるアップダウンの激しいコースです。距離が短かったりフェアウェイが狭かったりします。打ち上げ打ち下ろしの分距離のプラスマイナスを計算しなくてはなりません。一般的に10ヤードの上りはプラス1番手、10ヤードの下りはマイナス1番手として計算します。シーサイドコース、シーサイドコースとは海岸の近くに作られたコースのことを言います。日本のシーサイドコースは日本のコースの全体の約 20% 前後だと言われています。パー3、パー4、パー5ホールの考え方。距離の長いパー3などはグリーンセンター狙いでボギーで OK ぐらいの気持ちでいたいですね。気持ちが楽になり意外とパーが取れたりするものです。初めのティーショットの時点でアプローチで寄せやすい場所などを確認して打ちたいですね。短いパー3でショートアイアンなどを使う時があると思いますが、高い球を打つとバンカーで目玉になりやすいので注意が必要ですね。パー4の場合、アウトとインの各9ホールの中に2箇所ぐらいずつ長いパー4があることが多く、18ホールで4箇所は3オンを初めから意識しておくと気持ちが楽ですね。距離の短いパー4はコース上に罠も多く、フェアウェイバンカーの位置や転がって谷へ落ちてしまうところなど傾斜も多いので決して油断はできませんね。パー3、パー4はパーならば当然 OK、 ボギーでも OK ぐらいの気持ちで、無理にバーディーなどは意識しないぐらいの気持ちの方が結果がいいかもしれませんね。パー5はレギュラーティーからならばティーショットで200ヤード、
セカンドで200ヤード、サードショットで単純計算80ヤードから130ヤードぐらい残る計算として、悪くてもボギー、できればパーで上がりたいホールです。ティーショットからのハザード。ティーショットから入りそうなバンカーの砂質が柔らかいコースや、フェアウェイバンカーの顎が高い時はできるだけ入れたくないですね。砂質が柔らかいバンカーはクラブフェースが食われやすく、クリーンにボールをヒットできても距離をしっかり出しづらいので避けたいですね。砂質が硬くボールが埋まらないバンカーならば、フェアウェイウッドやユーティリティも使いやすいので攻め方が変わってきますよね。ドッグレッグホールでは青い線を越える飛距離で、かつこの写真のホールだとバンカーの奥は絶対打ち込みたくないので注意したいです。林間コースによくあるシチュエーションですけども、このホールの場合、左の木の枝も空中のハザードとして効いているので難易度が高いですね。ティーイングラウンドの使い方。セオリーの項目でもお話しした内容と重なるので省略させていただきます。セカンドショットからのターゲット。無理にグリーンを狙わずに、写真のようにピンと逆の広いグリーン側に落とすところをイメージしたいですね。アプローチしやすい場所は意識したいです。狭いところを狙うショットは好調の時はいいのですが、過度の集中や神経を使うショットの連続は18ホールの長いゲームなので、極力避けて楽にゲームをしたいですね。知らず知らずのうちに疲れて集中しづらくなってくる時があります。ショートホールのティーショットでも触れましたが、セカンドやサードショットのショートアイアンで高く上がるショットの時は、なおバンカーに入らないように気をつけたいですね。ショートアイアンの高く上がる球は上から落ちるとバンカー内で目玉になりやすく、目玉のバンカーショットは知っての通り寄せるのが難しくなりますよね。ミドルアイアンのショットでも球が高く上がると判断した時は、バンカーの目玉は注意しておきたいポイントですね。ティーショット。スコアメイクをしたい日などは、1番ホール、2番ホール、3番ホールのティーショットを全部3番ウッドや5番ウッドにするのも効果的な方法です。ティーショットもハードルを少し下げて、1番ウッドから3番ウッドや5番ウッドにして、1日の中でできるだけフィーリングのいいクラブを多用する方がスコアを作りやすいですよね。セカンド・サードショットの距離の残し方。セカンド・サードショットでの距離の残し方はできれば自分の得意距離を残したいですね。例えば150ヤード7番アイアンや8番アイアンとか、60ヤードなら56度など、この距離ならばこのクラブのこの振り幅と、普段からコースで使う球筋として練習しておきたいですね。ラウンド中に今日は7番アイアンのフィーリングがいいと思ったら、7番アイアンを多用するゲームをしてもいいですよね。不思議と得意だった8番アイアンがフィーリングが良くない時があったりする時がありますよね。クラブにこだわりのある方の中には、年に1回ロフトと来角が合っているか確認される方もいらっしゃいます。グリーン周りの写真を見ていただきます。青い線はグリーンエッジと言われている部分です。ここはパターを使える部分ですので、無理してウェッジなどを使わずにパターで転がしてスコアメイクしたいですね。緑の線で囲った部分はグリーンエッジから50センチぐらいのラフの部分です。芝の状態などによってパターが使うには坂目で厳しい状態の時もありますね。緑色の線の部分ならば7番アイアン、8番アイアン、9番アイアン、ピッチングウェッジ、52度など転がして使うショットは有効ですね。白い線の部分はグリーンエッジから2ヤードぐらい外枠に出た部分です。こちらからのアプローチだとピッチングウェッジがギリギリぐらいかもしれませんね。8番とか7番アイアンだと球が低すぎて転がりすぎる可能性もあります。上げるより転がす。黄色のラインまで下がるとグリーンエッジから5、6ヤード外枠に出た部分になります。ピッチングウェッジは割と開いて使ってもソール部分が滑るので使いやすいのですが、この辺の距離はご自分でいろいろ練習してみてください。入れに行かず寄せる。
USPGA のトッププロでも6フィートから7フィートのパッティングをカップインさせる確率は図のようです。図の6フィートだと 66%、7フィートだと 58% です。入るに越したことはありませんが、次のパットで入れやすいと思う場所に置きに行くぐらいでもいいと思います。今日のテーマはゴルフの要素15項目ボル9コースマネージメントをお送りいたしました。これからゴルフを始められる方々がご友人だけではなく、いろいろな場面でいろいろな方々とゴルフの話で楽しく盛り上がれるように、専門用語をできるだけ分かりやすくお伝えさせていただき、皆様のゴルフライフのお手伝いをさせていただければ幸いです。それではまたご視聴ありがとうございました。